週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部53話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回52話で合宿に向かう探偵部。指定された場所に向かうとそこは一軒家。さらには相馬先輩まで一緒にいて、理由を聞くと探偵部に入部していたとのこと。53話では玄関にポスターサイズの置き手紙が。内容を読み解き推理を5人で続けることに。我らが探偵部1から53話公開中です。3人同好会40話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回39話ではミュウと話すりくの視点。ミュウから金谷の秘密を聞いていくことに。するとミュウが金谷は元は人間で2代前の失踪した元生徒会長だと言い出す。金谷を人間に戻すか戻さないか聞かれるりくは悩んだ末、人間に戻すことをお願いする。40話は鉄と対面するさくらの視点。契約書を破る助っ人としてミクを連れてくるさくら。さらには3人でリクとミュウ先生の場所に行こうと言い出し、3人同好会1から40話公開中です。君と私たちの友情日記2話。この物語は突然ある世界高校へ行くことになったプレイヤー。そこでは様々なタイプの女子高校生がいて、天然、優等生、天才、お嬢様、個性豊かな仲間たちが続々登場。試験、文化祭と高校生活を体験し、全力で仲間たちとの日常を楽しみながら過ごしていくコメディ作品です。前回1話では突然ある高校に転送された主人公。目の前には廊下に行けず困っている女子高校生が、前のドアには突っ立っている人、後ろのドアには立ったまま寝ている人がいるわけのわからない状況。いろいろあり、廊下に行けず困っている生徒の綾音と前のドアに突っ立っていたリカとで友達に。2話では後ろのドアで寝ている生徒に話しかけに行く3人。しかしその生徒は何をしても全く起きない様子で。君と私たちの友情日記1話2話公開中です。キャンパス3話。学園に特待生として入学した主人公は天才的な絵の才能を発揮し、数々のコンクールをものにしていく。しかし自分の才能が次第に学園の売名行為に利用されているのではという疑念から大人に対しての嫌悪感が湧いてくる。全てが嫌になりキャンパスの前に立たない日々が続いた。そんなある日、学園長から次のコンクールでそれなりの結果を出さなければ特待生の資格を剥奪すると宣言される。絵を描く情熱と才能を喪失した主人公。しかし周囲の女の子たちとの交流から彼は変わり始める。こちらは恋愛アドベンチャーゲームキャンバスをハッチポットで VR アニメ化した作品となっています。前回2話は授業の間休憩に屋上へ向かう主人公。するとそこへ三崎彩という少女が現れる。主人公を目標だという彼女は絵を描くことをやめないでほしいと訴える。絵のモデルになってほしいというお願いに主人公はしぶしぶ了承する。2話では美術部には向かわず帰る主人公。空を眺めながら歩いていると女性とぶつかってしまい。キャンバスプロローグから3話公開中です。次に短編作品情報について。それを言い出したら2話。この物語はある日の放課後、リオ、ユカで過ごしているところにハチコが来ると、ユカがシューズの宣伝文句についてどうしても納得いかないことがあると言い出す。2話ではハチコの活躍でユカを説得させることに成功。ハチコが買ってきたケーキを3人で食べていると、今度はハチコが納得いかないことがあると言い出し、それを言い出したら1話2話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品は全てメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポット公式サイトからご覧ください。初めの話は無料で見れますよ。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味ある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。